この神風の伊勢の国は、常世の国から波が繰り返し寄せる国。大和のそばの国で、美しい国です。私は、この国に、いようと思います。これは、水仁天皇の御代に、大和姫の御事が、天照大神から受けたご神託です。このお言葉に従って、伊勢の五十鈴川の川上に建てられたのが、皇太神宮の始まりとされています。全国からの崇敬を集める皇太神宮が鎮座する伊勢の国。岩倉ハンター、平津豊が選んだ伊勢の岩倉を紹介しましょう。伊勢の内宮へ参拝するときは、右側通行で宇治橋を渡り、五十鈴川の御たらい場で心身を清めます。そして、御たらい場を南に進み、最初にお参りするのが滝祭の神です。地元では、この滝祭の神を、とっつきさんと呼んでいます。まずとっつきさんにお参りし、今からお参りに行きますからよろしくお願いします。と、大神に取り継いでもらってからご正宮に進むのが、地元の参拝の仕方です。また、八朔の日に、御たらい場の水を滝祭の神に祀った後、家に持って帰ると、無病息災で過ごせるという風習も伝わっています。滝祭の神は、板垣に囲まれた中に、小さな三角形の石が祀られています。これは岩倉信仰の祀り方です。伊勢神宮は、飾り気を削ぎ落としたシンプルな形式美によって、日本中の信仰を集める仕組みであり、神社の社殿の最高峰です。その中に、自然神を祀る岩倉信仰が残っているのは、なぜでしょうか。内宮には、この他にも岩倉信仰と思われるものが残っています。例えば、五条殿の東側に小さな石が祀ってあり、宮の巡りの神と呼ばれています。内宮の四隅に祀られていた石神をここに集めたものとされています。内宮には、このように小さな石を用いて矮小化された岩倉が見られます。昔、滝祭の神は、五十鈴川の対岸または川の中に祀られていたと言われており、この神が五十鈴川を司る神であることは間違いないでしょう。また、この滝祭の神を瀬尾律姫ではないかとする考え方があります。瀬尾律姫は、原井戸の水の神であり、五十鈴川の御たらい場の近くに祀られるにふさわしい女神です。さらに、発末伝えで解釈すると、滝祭の神が大神に取り次ぎする役を担っているのも説明できます。つまり、発末伝えでは、天照は男神であり、その妃神の瀬尾律姫が取り次ぎを行っているのは、納得のいく状況となります。伊勢の神宮は、125社からなる総称ですが、その内訳は、正宮2社、別宮14社、摂社43社、末社24社、所管社34社、別宮所管社8社となっています。この中で、滝祭の神は、所管社でありながら、特別に、別宮並みの扱いを受けています。金ネギではなく、ネギが奉仕し、別宮に準じた神仙が備えられます。特に、三節祭の法会は、真夜中の慶明の刻に行われ、祭典が済めば、後ろを見ずに帰らなければいけないという不思議な言い伝えがあります。これらのことは、神宮が滝祭の神を恐れていることを示しています。伊勢には、すでに土着の神がいたのですから、そこに天津神を祀るのは簡単なことではなかったと思います。この苦労を記録したのでしょうか。大和姫の命世紀には、大和姫の命が伊勢の国に入りながら7カ所以上も流浪したと書かれています。滝祭の神はこの地の地主神であり、神宮を建てる前に移動していただく必要がありましたが、滝祭の神への信仰が強くてそれができず、現在でも神宮によって手厚く祀られているのではないでしょうか。